以心伝心という言葉があります。以心伝心というのは、禅の世界でお師匠さんからお弟子さんへ、それがもう言葉を超えて心と心で通じ合ってる。言葉を介さずに分かるよねっていう感じです。お師匠さんの言ってらっしゃることが分かる。ぴったりと二人が通じ合ってる。そのことを表現したのが以心伝心です。自然界の生き物は言葉を持ちません。人間以外の自然界の生き物は人間ほど高度な言葉を持ちません。ですからその叫び声であったりとか鳴き声であったりとか、あるいはその身振りであったりとか、もっと言うとその言葉にならない動きにもなる前に何らかのお互いサインを出して、そして危険を察知したりとか、あるいは仲間の動きについていく。大海原を泳ぐサンマの群れ、誰がサインを発するまでもなく、全員が一斉に左を向いてたのがバッと右を向いたり、バッと左を向いたり、空を飛ぶ鳥の群れがもう一糸乱れぬ綺麗な形で飛んでいく。ちゃんと並べとか、列を乱すなとか、そんなことを誰もが言葉にして伝えるまでもなく、同じ方向へ向かって綺麗に列をなして飛んでいく。以心伝心という言葉は心と心で通じ合うと言いますが、そこにもう言葉介在しなくともこの人が言ってることを分かる。007という昔から続いているイギリスの映画がありますね。この007の中で普段おちゃらけてふざけているジェームス・ボンドがふっと真顔になって隣にいるボンドガールに見るんです。言葉を発してないんだけれども、二人同時に走り出すというようなシーンがあったりします。これ危ないなと思った時に走り出す。007の中でジェームス・ボンドとボンドガールが危険な状態の時に、普段はボンドガールはジェームス・ボンドのことがあまり好きじゃない。むしろ腹が立つ。全然思いやりがないと思ってる。でもいざとなった時にジェームス・ボンドの何気ない表情を見てボンドガールはジェームス・ボンドと同じ方向に走って逃げる。これがまさに以心伝心です。さて、私たちは言葉を使って人とコミュニケーションをとってます。でも言葉よりもっと手前に言葉にならない体から出るサイン、言葉にならないその人の表情、その人の動き、その人の息遣い、そういったものを微妙に肌感覚で感じています。これが生き物のコミュニケーションの根底にある感覚です。で、この肌感覚を磨いていくということが以心伝心ということです。自分の奥さん、自分の会社の上司、会社の一つのプロジェクトチームの仲間、あるいは学校のクラブの仲間、一人でもいいから自分の周りに以心伝心で一つのことに迎えるというような人ができたら素敵だと思いませんか？さて、そのような以心伝心という関係を自分の職場で、自分の家庭で、自分のクラブチームで作っていくためにはどうしたらいいか。そこには2つのポイントがあります。一つは、普段からどういうことをこの人は目指しているのか、どういうことを思っているのかということをよく聞いておくということです。普段からコミュニケーションをとって、最終的にあなたが夢見てるっていう世界はどういうこと、あなたが成し遂げたいと思っていることはどういうこと、それをお互い話しておくということです。そして2つ目は、言葉にならないその人の動き、言葉にならないその人の感覚をよーく肌感覚で感じておくということです。あ、この人はこういう癖があるな。あ、この人はこういう時にはこういうふうに。これを全部言葉で説明してくれなければ分かりませんっていう態度ではなくて、感じるんです。感じようとする。肌で感じようとする。あ、この人は今緊張してるな。この人は今焦ってるな。あ、この人は。で、このようなことが起きてくると、以心伝心という世界が本当に実現します。で、そのような関係が自分の身の回りに作れる。ものすごい幸せです。
会社に行ったら自分の会社の上司が言葉では言わない、指示されてないけれども、何か焦っていらっしゃるな、何か心配事があるな、何か探し物をしていらっしゃるな。これは媚びを売るっていうんじゃないんです。自分が肌感覚でこの人が今何を求めているか、そこに寄り添おうとする。そして普段から暇な時間、空いた時間にどういうことを考えていらっしゃいますか、どういうこと、それをやっていくと何が起きるか。もう上司が自分をものすごく頼りにしてくれるようになるんです。いざっていう時にこいつは分かってくれる。いざっていう時に言葉にならない感覚を分かってくれる。家庭の中でも一緒です。ご主人が出勤前に何かを探してる。何か探し物してるな。財布かな、時計かな、携帯電話かな、何か心配事があるのかな。その時に奥さんがパッと寄り添えるかどうか。会社から帰ってきて奥さんがなんとなく沈んだ顔をしている。なんかあったな。子供のことかな。なんだろう。それを旦那さんが肌感覚で感じようとする。私たちはそういう細かなサインというものを普段から微妙にみんなが発してます。でもこれを大事な人との関係において、その肌感覚を自分から汲み取りに行こうとする人と、それは無視して、今日俺疲れてるからいいや、今日私疲れてるからいいや、そんなに細かいことまで気にしてたらと思うと、この一心伝心はできなくなっていきます。言葉を一切返さずに大空を飛ぶ鳥の群れのように、大海原を泳ぐ魚のように、自分の家庭で、自分の会社で、自分のクラブチームで仲間同士が分かり合えたら、こんなに素晴らしいことはありません。一心伝心、普段から本音で人とコミュニケーションを取ること、そして普段から言葉に頼らず肌感覚でその人の感覚を感じ取ろうとすること、この2つを磨いていくことによって言葉を返さない素晴らしい関係があなたの周りに出現する。それが一心伝心です。多言語化プロジェクトに協力をしてくださった、何とか支援したいって思ってくださったその全ての方々に心より御礼申し上げたいと思います。引き続きまたよろしくお願いいたします。